こんにちは。1ターン目からお送りしています春日部つむぎです。お相手1ターン目デルバーという同僚に手が伸びる動きお願いなので裏返らないで。はい。さらに嵐追いのドレイクをキャスト。守るカードが多めのデッキなのかな。こちらは怒りの鍛錬をキャスト。トップ5枚からアーティファクトを全て視察に加えます。3マナ4ドローは合う。バクアド。お相手はさらにデルバーを追加。ハンドにクリーチャーが溜まってるのかな。メカノリは仕事があるのでブロックしません。さらに世界の業種をキャスト。次のターンデルバーが裏返りそうですね。そろそろこちらも動き出しましょう。2枚目のメカノリですでにハンド全てキャストできるようになりました。まずは自動機械3連打。ここで呪文貫きされますが2マナは払えます。まるで下環境の神話みたいな展開力だ。どうせブロックできないと思うので1はアタックしましょう。お相手のデルバーは変身せずトップはあんまり良くなかったようですね。異世界の業種をキャスト。こちらの盤面がヤバそうなので対応策を探しに行ってるのかな。こちらはガチャチケットをドロー。早速使いましょう。2ドローは渋いですね。まあ今後の不要パイを弾けたと思いましょう。先ドローして全部キャストしましょう。継ぎはぎくんがすでにリーサル圏内。ここは3体でアタック安定でしょう。お相手3体ともブロックしてダメージが入らずデルバーは裏返りますがもうこちらの攻撃を耐えるのは難しいでしょう。まずは先にドローしてフリースペルはキャストしましょう。もうこんなもんでいいかな。解釈してあげましょう。全員でパンチ。30点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。これは微妙ですがキープですね。初手はメカノリや月罠の試作品継ぎはぎくんあたりが当たりですね。お相手はコアームをキャスト。緑系のファクトデッキですか。こちらは竜火花の反応炉をキャスト。このデッキの2つの勝ち手段のうちのもう1つです。こちらはメリアをキャストします。メリ。お相手3ターン目は動かず止まってるので何か構えてる。こちらはメリアの能力で反応炉から緑マナを出して反応炉をキャスト。なるほど、反応炉破壊を優先ですか。それは困る。続いて怒りの鍛錬をキャストします。3マナ3ドローはバクアドだな。爆発域を構えられていると何もできないのがつらージです。お相手電圧改ざんメカをキャスト。戦闘球士が破壊されます。爆発域構えられてるの面倒ですね。ちょっとずつプレッシャーかけていくしかないか。メリアの操作は下るのでちょっとだけ加速します。怒りの鍛錬は3マナ2ドロー。まあこんなもんですね。戦闘球士は起動能力にタップを要求しないのでメリアと非常に相性がいいです。どっちの爆発域使われてもまあまあきついですがこれでターンを渡しましょう。お相手マイトウィークをキャスト。反応炉がもう危険域だけどいいのかな。そしてメリアの出番はここまでのようです。こちらはもう反応炉を使いましょう。次のターンに爆発域を使ってもらいたいのでそれ以上のキャストはなしにします。お相手祝祭の出迎えでアタック。球種でブロックして起動能力を使います。爆発域を使われましたがこれで心置きなく展開できますね。もう1個を使われたらもうほぼ負けなのでここはできればフルタップにしてほしい。さて第2陣を展開していきましょう。メカノリから継ぎはぎくん3連打。
お相手はあと2ターン爆発域を使えないので、次の私のターンで勝ち切る必要がありますね。お相手スランの雲をキャスト。これは普通に友情コンボするやつ。ラストターン。まずは研究机を起動。竜火花はもう遅いですが、アーティファクトがめくれただけ増しとしましょう。さらに実験逃亡機をキャスト。ここでアタックに向かおうとしていますが、1点足りてないのでガバです。しかしここでお相手投了。対戦ありがとうございました。普通に銀行破りと現実チックキャストで勝ってたのに私バカでしたね。3戦目は長いので最初から加速気味でいくぞ。お相手ゆっくりで助かります。こちらはまずメカノリからいきましょう。ゼロマナアーティファクトはここで唱えてはいけません。まずは反応炉から。継ぎはぎくん。そしてゼロマナファクトたち。3ターン目にしてハンドが残り1枚になりました。お相手鋼の模範をキャスト。リミテだとまあまあのやつですね。こちらは怒りの鍛錬。これはかなり強いドロー。鋼の模範を止めたいので月罠の試作品からキャストします。メカノリの飛行が地味に効きます。お相手格闘除去持ってました。銀行破りは相打ち覚悟で勝たせましょう。こちらはまずドローから。メリアが引けました。早速キャストしましょう。メリ。続いて自動機械をキャスト。このターンはここまでですが、次から本気でいきます。怒りの鍛錬もめくれていい感じ。まだライフに余裕あるのでこのターンは開けましょう。お相手がエダゴーレムをキャスト。リミテでめちゃ強いクリーチャーですね。こちらはエンドに銀行破りでドロー。謎にマナが湧き出てくる。まずは怒りの鍛錬。3ドロー。そして大量展開していきます。反応炉と継ぎはぎくんがいい感じに育ってきました。継ぎはぎ除去からフルアタックとかされると結構しんどいので、このターンのうちに鋼の模範は取っておきましょう。今の状況だとライフを不意に詰められる方が負け筋になりそうです。お相手強情なベイロスをキャスト。粘りますね。そして日和見主義者をキャスト。兄弟戦争縛りの緑タンなのかな。ここから一気に行きますよ。まずは現実チップを乾燥。これでデッキトップを唱えられます。デッキトップが土地になったら研究机を使います。土地を1枚引いてファクトがめくれました。メカノリから銀行破り。さらに銀行破りで1ドローして、トップは竜火花の反応炉。さらにデッキトップは土地。銀行破りで1ドローして、デッキトップは怒りの鍛錬。続きは次のターンですね。ここはメリア以外アタックでいいでしょう。次のターンに決めましょう。お相手がエダゴーレムをキャスト。またライフゲインされてしまいました。まずはラストのガチャから3ドロー。デッキトップからガンガン唱えていきましょう。誘発が気持ちいいです。ガンガンいくぞ。こんなところで大丈夫かな。ここでフルパンです。適当に余ったアーティファクトからマナ出して、竜火花の反応炉が発展バーンします。発展通って私の勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでティムール神話でした。怒りの鍛錬というカードがあります。デッキトップから5枚見てアーティファクトを全てハンドに加えます。今回のデッキは土地21枚、アーティファクト以外が8枚で、31枚がアーティファクトなので、実質 2.5 ドローのソーサリーになりますね。ファクト軸のドローソースとしてはこれもあるんですが、これはアーティファクトを捨ててもいいデッキに入るものなので、アーティファクトは全部欲しい欲張りなこのデッキには実はあんまり合いません。
話はそれましたが、このカードや多数のドローソースでデッキを一気に掘って、継ぎはぎ自動機械や竜火花の反応炉でフィニッシュを目指すデッキです。強さはギリギリプレイで戦えるレベルですかね。今後ファクト土地や神話持ちカード、アーティファクト横並びに合うフィニッシュ手段等が追加されたら評価も変わってきそうですね。1枚ずつ見ていきましょう。2マナで自身を生贄に捧げて1ドローできる生物。タップを必要としないのでメリアと相性がいいです。自身と他のクリーチャーかアーティファクトをタップすると1マナ出るアーティファクト、ほぼ無色しか出ないバネ派ですね。自身を生贄に捧げてトップ2枚をめくって1枚使えるカード。無色1マナは実質マナ加速なので AI です。いつものカード、色マナは常に必要なので宝物が地味に効きます。メインの勝ち手段その1、回避能力がないのが厳しいところです。アーティファクトのコスト軽減クリーチャー。自身もアーティファクトなのがとてもグッド。でもマナシンボルが厳しいです。メインの勝ち手段その2、能力の起動に色マナとタップを必要としないのがいいところ。乾燥することでデッキトップからカードをプレイできるようになるクリーチャー。展開の加速に役立ちます。今回の主役、2枚目以降不要なメリアをボトムに送れるのもいいですね。アーティファクトをタップで緑マナを出し、2枚タップすると衝動的ドローする伝説のクリーチャー。ドロソが多いので後者の能力はあまり使うことがなかったかな。ところで、誰かがこのクリーチャー使う時語尾にメリって付け出したから間違われそうだけど、エルデンリングのヒロインはメリナです。じゃなかった、ヒロインはラニ様です。怒りの鍛錬のために土地は削って21枚です。以上です。次回はまたラダーで戦えるデッキを紹介しようと思います。10目のコントロールデッキです。いつもコメント、いいね、広告、高評価ありがとうございます。フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。